ろしくお願いいたします。先日、テレビを見てたらですね、スタジオジブリの、監督がですね、もう長編アニメーションは作らないという宣言をされておりました。でその際にですね、自分はですね、子どもたちにこの世は生きるに値する世界なのだ、それを教えたい、だから長編アニメーションを作ってきたということをおっしゃられておりました。で僕はですね、この世は生きるに値する世界なのかどうか、その言葉を聞いて非常に迷いました。今も答えを見つけ出せないでいます。長老はですね、この世界、この世はですね、生きるに値する世界だと思われますか？仏教は下脱しなさいって言ってるんだからねこの世に火事があったら下脱する必要ないでしょ。生きることはこうですからね。苦しみです、生きることは。だから別に生きることに価値がないんです。でこれはまあもう間違った考えでね、世界中みんなね、生きることに価値があると思ってますけどね。で今前の質問に答えたところに答えがあるんですよ、そちらの質問に。だから分からなかったらもう一度言います。で自分が頑張って生きてみると苦しみだけなんですよ。だって生きることっていうのは相手を殺すことに成り立っちゃうでしょ。生きるとは弱肉強食でしょ。弱い者は死にますよ。誰にも迷惑かけないで生きてるって言ったらもう命がないんです。海の中でもね、一番大量に取られるのはどんな魚ですかね。だからこの誰にも迷惑かかないでね、ただもう例えば豚にしたってもね、もう3番食べて何でもいいんだからね、捨てたものを食べているんですけど、まだそういう人を食べるんだから。そういうことで私はこのテレビで見てますけど、本当にこの誰にも迷惑かけないで生きてる魚たちが大量に取られちゃうんですね。もう何でしたっけ、もうイワシやらいろいろね。人間がみんなもう特に日本人がね、このドルフィンと何でしたっけ、イルカでしたっけ、水分好きでしょ、かわいかわいと。でなんでイルカかわいいって言ったら一番恐ろしいんですね、ああいうのやい人は海の中で。だから仲間っていう意識でしょうかねイルカが狩り合っちゃうとね、シャチとかね、ダメじゃないんですよ。もうサメなんかは優しいんです。サメがそんな凶暴じゃないんです。シャチほど。シャチが持って海の中で渦をそくって全部大量の魚を麻痺させちゃって、みんなパク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 って飲み込んじゃうんですね。もうグループで1トンぐらい食べちゃいますよ。で小さな魚たちがいろんな工夫するんで、身を守るために。でもやられちゃいますね。だから視線法則っていうのはそういう恐ろしい逆肉強食法則で成り立っていますね。だから我々はこの植物連鎖の一番上にいるということは一番恐ろしい存在ということなんですね。でライオンは獲物以外のものは殺しませんね。人間は獲物になるものを
ものすごく殺してるでしょう。サメも他の生命と一緒に生活するんで、サメの体に乗っかっちゃってる連中いますからね。サメは気にしません。じゃあ人間は他の生命そうやってやってあげている？ないんです。檻に入れて動物園に入れて、それだけでも残酷でしょうね。自分たちが見たいんだから。子供が喜んでるんだから、ただそれだけの理由で動物をそこまで檻に入れてということは、あれはもう共存じゃないでしょう。だからもうなんていう殺菌なんだらかんだらという名前なければ石鹸も売れませんだからね。食器洗う洗剤もでっかいもう完璧に殺菌はもう 99.999 殺してくれるそうとかね、もう書いてあげればそこばっかし買っちゃうんだから、もうキムチのするさっていうのはもうキリがないんです。はい、そういうことで我々はもう植物クレンザーの一番上に立っているんですね。だからそれは事実でしょうね。だから事実書けばいいということなんですね。なんで嘘書くんですかね。生きることに意味があるんだそうとかね。はい、そこまではあまり面白くない話で、聞きたくない話ですね。殺す人は自分が悪いことやっていると言われてほしくないんだから。で、人間にはもう一つやってないんだけどやるべき仕事があるんですね。例えば漫画の世界にしたってもね、相手に対して優しいことをする、相手を助けてあげる、そこで生きる価値が新たに現れるんだよと。例えば一つの場面で一人がごちそうを一人で食べている、もう一つの場面で同じごちそうなんですけど、もう誰かとちょっと来てくださいとかね、犬やら猫やらいろんなでみんなで食べましょうよとかね、自分の食べ物を食べて猿でもみんなにもね分けてあげて、自分もほんのちょっとだけ食べていると。そうなってくると同じ量の食べ物であっても一人が独り占めにしてくっちくる来るなよとかね、檻も作って猿やら犬やら入らないように一人で食べることと、檻を破ってじゃあみんな来てちょうだいよと。で自分がバナナを食べようとするとこちらから猿が降りてきてそれ半分ちょびっと食べたりする場面だったら、そちらに慈しみがあると、そちらに生きる価値があるんだという漫画はいくらでも描けられますよ。だからストーリーはいくらでもたくさんありますからね、今思い浮かんだことを言っただけで、だから自分持っている能力すべて他人に幸せを与えるために使う場合は生きることが美しいんです。能力っていうのはいろいろですからね。ただ体かっこいいっていうことも実の能力なんです、仏教から見れば。目の色がすごく可愛いと、宝石みたいんだと、宝石みたくように見える目があったらそれも一つの能力なんですよ。別に粗大な能力じゃないんだけど持ってきたものでしょうね。それさえも他の人々に役に立つように使う。例えばある子供がすごくしゃべるのは上手、何でもすごく面白おかしく冗談にしてふざけてしゃべっちゃうとかね、それ一つの能力なんですね。
口が達者で、何言おうとも何か冗談で言うと、はい、その人がそれを誰か喧嘩するところに割り込んできて、何か冗談言って2人ともバカにしちゃって、そこで仲直りするとかね、なんか知らないうちにもうどうしようもなく喧嘩忘れちゃって笑っているとかね。はい、そういうふうに我々は持っている能力、持って生まれた能力、それから生まれてから身についた能力、あらゆるものは他の生命を破壊するためではなくて、他の生命を応援するために使う場合は、生きることが美しくなるんです。それしない限りは生きることっていうのは恐ろしい弱肉強食そのままなんです。質問の中身では、他の生命と同じく人間も生きてるんだとか、生きてることは美しいやという態度なんですね。それがないんですよ。そんな美しい世界じゃないんです。調べれば調べるほど残酷なんですね。どうしようもないかもしれませんだけど、生命っていうのはこういう残酷なシステムでできているんです。野生の鳥が大事に自分のヒナを育てますけど、そこで蛇が来て、だから鳥がね、枝の上に巣を作るんだけど、残酷ですね。蛇が木を登れるんだから、足もないくせに細い枝根に行けるんだから、どうしますかね。そこで NHK テレビでもね、もう何年も苦労してテレビカメラ木の上に作ってきてね、こういうもう絶滅状態になっているこのワシやらいろんな動物がもうやっとヒナが庭が出ましたよと喜んでやってますけど、あのヒナ庭を育てるためにどれくらい他の動物を殺してるんですかね、もう母鳥は。殺しては持ってくる、殺しては持ってくる。で、殺される側にとってみればえらい迷惑でしょうに。だからなんかどうしようもないでしょう、結局は。人間がもう豊かで贅沢に生きられるようになったっていうことは、地球そのものを破壊することになってるでしょ。もうやることをやっても頂点に達したんだから、もう頭いかれちゃって、今は自分で殺しゃやりますよ。日本もね頑張ってますね、中国と戦争しようと。あれやらせですけど、この頭が悪いんだけどすぐ乗っているんですね。このできることじゃないとわからないんですね。えらい態度、凶暴な態度でペラペラ喋ってるんです、テレビで。だからそれはもうみんな知っていますから、世界中。アメリカが裏切りながらこうやってやれと、我々仲間やと全然助けてくれませんだけどね。この国ぶつかっちゃったらアメリカ儲かりますからね。アメリカにとってみれば日本を全面的に潰してやるというね、友達の国は潰す、裏切るということはアメリカのやり方だからね。だからやられるんだと思いますけどね。とにかくすぐに残っているのは日本人は幸せ頂点に立ったんだからね、次は戦争することやと。だからもう根本的な恐ろしさっていうのはね、消えてないんですね。
で日本の状況もそうですし、他の国々の間でもとにかく裏でお互い対立させちゃってね、なんとかトラブルを作ってなんとかやろうとしているんですね。だからまあただ単にそういうふうな流れで生きるということはけしからんですね。だから私たちはまあ知ってる人々はね、新たな生き方をね提案しなくちゃあかんですね。なんかちっちゃな女の子の間でね、もう気持ち悪いぐらいアンパンマンが人気あるんですね。でもうある子供が無理やりね、私がもうアンパンマンのiPad でね、もう動画を見せるわ、本人が面白いですよ、こんな感じで全然面白くないんだけどねだから相手はちっちゃな子供だからどうしような、面白いねとかね、なんかもうなんとか言いますけどね。で私は相手にアンパンマンよりはバイキンマンの方がなんかかっこいいなとかね、歯がでっかくてかわいい、違いますよと怒られるんですよ私は、いえ、なんと言ったってほら見て、この歯はね結構かっこいいよとかで、やっぱり女の子だからたちだからね、アンパンマンは人を助けてあげてるんだと、それでよく喜んでるんですね。で結局その中でも漫画見たら戦いなんですね。アメリカの思考そのものが正義の味方になって、もう殺してやりましょうと。アメリカが全部そうでしょう。昨日夜もちょくちょくと半分見たんですけどね、えらいもうショーネスカーさんが出てくる映画で、もう最終的に本人が正義の味方だからね、言って殺すわ切り替えなく殺して最終的によかったってで終わっちゃうんですね。だからそれをまた仏教から見ればね、何やこれやと思いますけど、とにかく最終的に言えば生きることで他の生命も、これは人間に限らず他の生命も役に立っているならば、生きることには微妙に価値が見えてくるんです。だから子供におっぱいあげている、例えば鹿であろうともね、鹿のお母さんが子供4匹産んでおっぱいあげてるんですね。そうすると鹿のお母さんが必死になってもう草を食べていてもう食べてる途中ついでに人の何か育ててる植物を食っちゃったかもしれませんだけど、でも何だろう、しょうがないと、おっぱいあげなくちゃいけないんだから4匹を育てているんだから。野生動物のいろんなクリップを見るとね、もう子供を守るために必死で親が頑張っちゃう。凶暴な相手にしたってもめげない、も立ち向かうというね。はい、そちらになんか微妙に頑張らなくちゃと価値が見えるんですよ。だからいろんな視線の番組見てみると、あれはもう出来上がったものじゃないんだからね、
で熊が来るともうキツネのお母さんがね、普通は殺されますけど怖いんだけど、子供がいるならばちゃんと向かっていくんですね。子供がいるところに行こうかなって言ったら、母親がさっさと別なところにいてそちらで吠えたりして、もう熊さんをもういじっちゃうんですね。あえてわさわさバカにするんです。で熊がなんだこいつはとそちらに走っちゃうんですね。走っちゃうともうお母さんがなんとかごまかしをやって、また子供の方行って子供を守ってあげたりで、熊は別の方に行っちゃったんですね。だからあれも命かけなんですけどね、もしかすると殺されちゃったら子供たちにおっぱいあげるとなくなっちゃいますけど、やっぱりあの時間で子育てる時間で生きる価値が成り立っているんですね。それ終わったらただ迷惑生きることは迷惑で終わっちゃうんです。そういうことで我々人間にも迷惑な存在ではなく役に立つ存在になるということは、あらゆる方向で教育を教えてあげなくちゃいけない。ということで漫画の場合でもテーマが変わった方がいいんじゃないかなという以上です。